好きな。いい匂いしますよ。ざっと見取り図なんだ。いるか。ツインズ。すいません。下はもうこっちで合わせるからもう一緒だ。もう木のまっすぐさを信用するしかないっていう一応これでまあ水平取れてるし、はい、垂直です。本当ですね。屋根もやったってし。サイディングの長さ、金属サイディングが3m80なんで横張りにしていくんで、ここからこういうそう横張りにしていくんですけど、これ通算を45センチ間隔で打っていって、まあ、そこをまあ打つところですよね。ビス止めするところかけてサイディングをそうですビス止めするこの辺が多分サイディングの終わりになるから、ここにジョイントが入るんで、サイディングとサイディングをつなぐ。なのでそれのための、打ちつけるもののこういう通算をちょっと3本普通は1本なんですけど、まあつなぎ目はちょっといろいろ使うから3本打って真ん中に1本と添え木2本みたいな。下半は下から2センチ上げてビス止めして、はい、上半は水平取ってまたビス止め。はい、ささくれ気をつけてください。この木のちょうど間が端から端で45です。端から端、あ、ここで見てるの。この間が40。はい、この木の端から端でちょうど45です。あ、ここで真ん中で見てるんじゃなくて。じゃなくて木の際と際で。真ん中で見なかった。打つのは別に見ながらサイディング打つだけやから、それはまあ45ピッチっていうぐらいだから、そんな多分こだわりはないと思うから。ここで一旦まっすぐに戻しますね。そうだね。無理かもしれない。無理か。長いの押し込みすぎた。じゃあもうこれ基準に持ってはい始めるのがいいんだよ。これ今何やってたの寸さんの印をつけてました。？45センチ。はいでこの間ちょっとまっすぐ行けなかったんで今回は上と下2点、まあ、これでもまっすぐか確かじゃないんですけど、まあでもここはいけ目るんじゃん。安にはなると思うんで。はい、できた。毎回匂い嗅いでる。好きな。いい匂いしますよ。こうネジ回しとかしてたらどっち締めるでどっち緩むか分かんなくなったりするじゃないですか。で僕その工場員時代に発明したことがあって、羽生結弦って覚えたら半時計が緩むなんですよ。羽生結弦、よろしくお願いします。
ちょっと難しいところに寸3流していきます。45センチピッチで打っていくんですが、このひさしと窓の間高さがバラバラなんで結構大変です。ここも切り妻屋根の下三角形になってるんで、なかなかこまごました仕事が多そうです。これはまあざっと見取り図なんですけど、窓でその下のこの寸3とがこう書いたものがあって、257っていうのはもうここ端っこに2本これを流すんで2つ打ち付けるんで、それの分をまず一番最初にこれをやろうと思ってます。こういうふうに年輪にやると割れやすくなっちゃうのかな。年輪避けて打った方がいいかも。これやったら空回りして。あ、割れた。あ、割れた。完全に割れた。一回これで入れてみて、さあどこまで焼けるか。これは細いんでね、割と炭の中に1時間2時間ぐらい入れた方がいいかな。正確には測ってないですけど、腹減ってるから超うまいです。いや、入った。こっちでこう見たとき、あーここで見て、もう直で合わせてはい。それで回したときに大体まあ今回したとこだとずれてるんで、もうちょい気持ちここでもまあ一回こう刃で合わすとかでちょっと下げて。そしたらまっすぐがなりますね。まあ当たり前なんかもしれないですけど、これ特殊なんでね、なんかできるだけ僕は鉛筆よりもボールペン使ってるんです。ボールペンの方が先が細いんで、その正確さは出るんですよね。これが2階の窓のサッシの枠で全部これをきっちり採寸していって、番号を振ってで 27.5 センチ、45センチとか 44.8 センチとかをの枠をカットしていきます。だから窓枠をぐるっとこう囲っていかなかったのかな。でそのための木を今切り出してます。
き切り出したやつがここに番号振ってあるやつを、まあ、ここに番号を振ってあるから1番だったら1番にこう合わせて、まあ、上から1センチぐらい開けてここに全部こう打ち付けていきます。で、まあ、これが1センチの間に上につけて。で全部やっていきます。1センチのやつ。とりあえずまあ汚いけど、まあ、窓枠をまあこんな感じで残っていきます。きっちり切ったはずなんだっていう。一応2本ね強化しといた。いい感じに開いてんなこれ。ピタッと入るのが一番いい。ピタッとハウス。音も漏れにくくはなった。